Thanks for coming, welcome! テーマ会社タタタンシルマーカス、グラッシャス、プロベニア、ビエバニーノス、来てくれてありがとう、いらっしゃい、あよいといです。I am いとい。ということで、今日はコーヒートークをやっていきます。そして、いよいよ最終回、ストーリーも残り数日となりました。いろんな思いが交差し、いろんな思いがつながってきたこのカフェで、たくさんの幸せが生まれると信じています。I'll be playing Coffee Talk today. The final episode. They are only about the fair day left in the story. I believe in the dark instructions of all kind of twists and feelings, and I believe that this cafe is where a lot of happiness is born. ということで、やっていきましょう。多分ね、今日終わってしまうと思うので、本当にいろんな思いが詰まったコーヒーカフェ。いよいよ最終回かな。またね、残り数日あるのでよかったら遊んでいってください。ということで、Thanks for coming, welcome! テーマカス、セレザダン、シェルマーカス、グラシアス、プロベーニア、ビアンバニードス、来てくれてありがとう、いらっしゃい。Let's playing! 高評価ありがとうございます。ね。ということで、Thursdays, October 2020 2020年10月3日でございます。はい。ローディン。グラーチェ2020の正しい楽しみ方。大西洋諸国の大使が移民の件でフィアと協議へ。最新ヒット映画の中では不当な狼の描写があったとビアンドスティン社に批判。いろいろやっぱり新聞も面白いですね、こう考えると。今までいろんな女性のお話をしてきてくれたね、ほんとニュースペーパーね。いらっしゃい。いらっしゃい。どうも、いとい。こんばんは、フレイヤ。今日はえらい上機嫌そうだ。そう、あなたのおかげ。僕が何かしたかい？ちょっとマイク直すね。よいしょ、マイクがおかしいからちょっと待ってね。よし、オッケー。昨晩ようやくぐっすり寝れたの。まさしく死んだように眠った。12時間目を閉じて何にも考えてなかった。それはよかった。君には休みが必要だった。知ってる。けど締め切りが近づいて、絶対仕上げなきゃって追い込まれちゃって、ちょっと無理あったかも。で、本の方は？信じないと思うけど。いや、信じるさ。夕方頃に目が覚めたら、頭の中に言葉が溢れ出してきて、無理やりひねり出したような多分じゃないやつが。だから休みを取れと言った。はいはい。お説教は間に合っておりますよ。で、今日の予定は？今からってこと？まずトイレに行って顔を洗う。それから本の続きを書く。そいつは手堅いプランだ。トイレの場所はわかるよね。お、フレイヤちゃんはいい調子。さて来ましたね。さてと、何か飲み物を頼もうかな。フレイヤ、君は無職だ。コーヒーに金を使うのはよせ。それってすっごく変。コーヒー屋の店長さんが言うこと。ああ。君は長年の常連さんだ。この店の雰囲気だけが必要なら、ここで黙って書けばいい。
それはできない。今夜はお客さんがいないし、この店が潰れちゃったら私どうすんの？そうはならない。なんで言い切れるわけ？とにかくこの水を飲んで本を書くんだ。けど、ほら、お客さんならまだちゃんと来る。だから僕のことは心配しなくていい。カナさん！あ、どうもから。どうしたの？あなたが寡黙な人なのは知ってる。けど、いつもはもうちょい喋るよね。フレイヤ、糸井。昨晩は本当にすまなかった。から、気にしないで。それに誰も怪我してないし、お店もちゃんと営業している。あまり考えすぎないでから。フレイヤが言うように、怪我人はなく、店も無事だ。それでもだ、昨日の失態を埋め合わせたい。俺に何かできることはないか？こちらのお嬢さんに一杯おごって差し上げるとか。きっとお喜びになられるはずだ。ちょっと、どういうつもり？何か飲むか、フレイヤ？結構です。気にしないでから。お願いだ。そこまでしなくても。飲むと言ってくれ。それで少しは気が楽になる。はいはい、わかったって。ちょっと軽めのコーヒーでも飲もうかな。シュガー&スパイスは作れる？なんだその飲み物。シナモン入りのやつかい？そう。シュガー&スパイスを一杯プリーズ。はぁ！シュガー&スパイス。シナモン。コーヒー。でもシナモン。シュガースパイス。オッケー。どうなんだ？シュガー&スパイスってコーヒーなのか、そもそも。オッケーいけた！コーヒー、蜂蜜、シナモン。オッケー。奇跡。ちょっと待ってね。咳が出ちゃった。テンション上がりすぎた。オッケー。提供する。いて。ちょっと待って。オッケー。不徳なレディのためのシュガー&スパイスだ。ちょっと。まあ、反論はしないけど。ありがとうから。礼には及ばん。糸井、本当に何かしなくていいのか？気遣いは無用だからさ。大丈夫だから。殻がすごいしょんぼりしてる。ただ、正直興味があって。昨晩は何があったんだい？そう。私の記憶が確かなら、満月の夜は家にこもってるはずじゃ。普段はそうだ。ただ、昨晩は病棟が緊急事態でな。どういうこと？それが、昨晩は病院がひどく混み合っていた。例のニュースのせいだ。ニュース？抗変身薬の公的支給が間もなく始まるってやつだ。あんなことを満月の日に発表するのは浅はかってもんさ。苛立った人狼が大勢やってきて、薬はないかと聞いてきた。まだ支給前なのにな。けどニュースでもそう言ってたんでしょ？間もなく支給だって。みんなが隅々まで読むと思うか？彼らは見出しを読んだか新聞売り場で目にして
すぐさま病院に駆け込んだんだ。無理もない話だが、この唯一公的抗変身薬には危険な副作用がある。人狼によっては悩ましい現実さ。俺は結局大勢の人狼に説明する羽目になった。はぐれ者の人狼を隔離室へ入れたりもした。そんなにひどかったの？ああ、隔離する部屋がなくなっちまうほどだ。そういうわけで、俺は仕事をすぐ終えるとすぐ自分のアパートへ駆け戻った。でなきゃ友人に頼んでどこかへ隔離してもらわなきゃならん。が、手遅れだった。幸い、この町のことは詳しい。で、なんとかこの店までやってきたってわけだ。ガラ、こんなことは聞いて悪いけど、途中で誰かを襲ったりしてない？覚えてる限りはない。返り血を浴びていなかったしな。ならよかった。昨晩の騒ぎを考えたら甘い見立てかもしれん。だが俺は人を襲わないくらいの理性は保てる。怒りをぶつけるものがあればな。普通は周りのものをぶっ壊して終わる。ひどい時は自分を傷つける。それでもまあ、一人の怪我人も出なかったことを喜ばないと。あなたっていつも前向きだよね。仕事をしているだけさ。みんなありがとう。心からそう思っている。だが、どうか、俺に何か埋め合わせを。何か手伝えることがあれば、遠慮なくすぐ言ってくれ。そうするよ。それはそうと、何か頼んでも。もちろん、何にする？昨日と同じものを。やばい！レシピ忘れ始めてるんだよな。Thanks for coming, welcome! テーマ会社で出たシェリマン会社。グラシアス、プロベニア、ビエンバニオス来てくれてありがとう。いらっしゃい。こう返信。確かレシピが見れるので、レシピ確認しよう。OK。これね。こうだ。紅茶、ミルク、生姜とシナモンはすぐね、思い出せないの。生姜かシナモンかって迷っちゃうんだよね。ガラハット。Yes、これです。ね、OK。Yes、OK。どうぞ、特製の一杯だ。どうも。おっと、びっくりした。俺を救った一杯だ。改めて礼を言う。この飲み物を見つけてくれてありがとう。ところでガラ、その飲み物 100% 天然の抗変身薬だって分かったんなら、水筒に入れて持ち歩けば？明暗だ。ただ、暖かくないといけない。真空タンブラーを使ってみるか。次の満月の時に試してみよう。心配ないフレイヤ。次の満月は部屋から一歩も出ないよ。どんなリスクも冒せない。この特効薬の効き目を確かめるまではな。よかった。誰だろう？誰が来た？何？どういうこと？誰？あ！レイチェル！どうしたの？どうしたもん？パパのこと？もちろん。あのおっさん、ほんと何考えてんの？クーチェラの楽屋にやってきてさ、
マネージャーと言い争いになって。と、その前に、糸井、カフェラテお願い。カフェラテ牛乳。コーヒー牛乳かな。Thanks for coming, welcome. Terima kasih sudah datang, terima kasih. Gracias, Provenia, bienvenidos. 来てくれてありがとう、いらっしゃい。カプチーノになっちゃった。どういうこと？ちょっと待って。カフェラテ、コーヒー、ミルクかな。コーヒー、ミルク。カフェラテ。Yes, カフェラテ。OK。お待たせ、カフェラテだ。ありがとう。お父さんはどうやって楽屋へ入ったわけ？警備員に私の父親だって言ったの。それとメールでも本番前に顔を見に行くって励ましたいだけだからって。だから通してあげたわけ。つっても私のパパだしさ。最初はいい感じだったの。そこへマネージャーがやってきて、そしたらもうパパどうして彼を毛嫌いするかわかんない。これってショービジネスだし、私だってもう善悪の区別くらいつくもん。それからどうなったの？レスターさんが警備員呼んでパパを楽屋から追い出した。会場に残ることは許されて。客席の中にパパが見えたわ。コンサートはうまくいった？すごく。声がおかしい。楽屋での口論を除けば最高のフェスだった。私メインステージの一番手の出演でさ、一番手って普通あんまり注目されないんだけど、何千人もの人がステージを見に来てくれて、やったね。もう会場に残ってなくてもいいの？そんなにはね。自分のステージ終わったし、それとライブ後の記者会見があって。ライブ後の記者会見？そう、ライブ前の会見は昨日もやった。今日のはもっと小規模で、10人くらいの記者さんがインタビューしたいって言うから、ミニサイズの会見をやることにしたの。よかったじゃん。それで最前線へ戻ってきたわけね。だと思う。レイスターさんのおかげだよ。それってあなたの実力だよ。けどマネージャーさんの力も多少はあったかもね。で、なんでこの店へ？それはもちろんパパのせい。今夜この店に来るように言ったの。いろいろはっきりさせたくて。パパはマネージャーさんに迷惑かけすぎ。それにパパとは今晩しか会えないから。けど私レスターさんのパーティーに出られないんだよ。どういうパーティー？レスターさんが自分の契約するスターやアーティストを招いてのパーティーすんの。ペルタウンのクラブでやってる。保護者がいなくてもパーティーに行けるんだ。私も18だし。けどクラブによっては21歳以上じゃないと入れない。今回は特別。だって私レスターさんの契約アーティストだもん。それってどうだろう。ほんとだって。レスターさんの名前を使えば入れるっていうのはわかる。けどあなたそんなことすべきなのかな？なんで？私もう大人。まだ大人じゃない。レスターさんのパーティーへ行ったことは？ない。あなたはあるの？
自分ではない。けど噂は聞いてる。どんな噂？レスター氏はパーティーを分かってるって。ならよかったじゃん。必ずしもそうとは限らない。パーティーを分かってるってことは全然違う意味だったりするわけ。それって一体何の話？いずれわかるよ。あなたがレスターさんの契約アーティストならね。私は個人的にぶっ飛んだパーティーは気になんない。けど、そこに未成年を呼んじゃうのは、ちょっと一線越えてる気がする。いらっしゃい。ヘンドリーか。ヘンドリーだ。ヘンドリー、お父さん。どうなってんの？そんな。パパ！レイチェル、それって本当にヘンドリーさん？そう。パパ、何があったの？糸井、ミルクを一杯用意してあげて。ミルクだけ？ミルクだけ。ミルクだけ。ミルク。オッケー。どうしてパパこんなボロボロなの？ミルク。元気出して。どうぞ。ありがとう。パパ、頑張って。なんか思いがけない展開。お願い、誰か救急車を呼んで。今向かってる。どこだ声。どこだっけガラスの声。今向かっている。俺が病院へ連絡した。ありがとう。それと、猫耳専門医を呼んでおいた。今日は非番のはずだが、駆けつけてくれるそうだ。本当にありがとう。あなたの助けがなかったらやばかったかも。礼には及ばんさ。来たぞ。俺も行こう。パパどうなるの？ヘンドリー。お父さんはレイチェルとヘンドリーって言うんだけどね、レイチェルのお父さんは猫耳族って言って猫に変身したり人間に変身したりできる種族の人ですよ。Thanks for coming, welcome. Marcus de Angel Marcus. Gracias por venir, bienvenidos. 来てくれてありがとう、いらっしゃい。レイチェルもね、最初店に来た時は猫だった。そう、猫だったんですよ。で、お父さんも猫耳族で、猫と人間をね、変身できるっていう種族でございます。そう。お父さん前回は人間の形で来てますけどね。そうなんです。では続きやっていきましょう。大変なことになったし。ああ。2日続けて、この店で大きな事件が起きた。けどまあ、少なくとも何人かのお客さんは、この店を困った時の書き込み寺と思ってるみたい。その通り。君にしては珍しく前向きな見解だ。まあ、私もカフェ難民の一人やし。ノスクリ、サーシド？呪われてないよ。そういう種族ね、お父さんは。お父さんとレイチェルは、猫耳族って言って、猫と人間の姿になれる種族です。さあ、やっていきましょう。私も壁難民の一人だし、だから彼らの気持ちがわかるっていうか、ヘンドリーさん、無事だといいけど。そうだな。少なくとも今はプロが見てくれている。で、今夜の君の予定は？すっごく慌ただしかったけど、本の続き書かなきゃ。
では、例の席でごゆっくり。呪いではないよ。生まれた時からそういう種族。いろんなここの世界には種族。ちょっと待って、物落ちた。よいしょ。ここにはいろんな種族がいて、人間もいるし、人狼もいるし、ヴァンパイアもいるし、他は、宇宙人来たりとか、そう、いろんなね、ファンタジーの世界だから、いろんな種族の方がいますよ。なので、呪いではなくて、猫に変身していたって形だね。そうそう、獣人。そう。さて、続きいきましょう。じゃ、お言葉に甘えて。待って、今日終わり？今日終わっちゃったね。Thanks for coming, welcome, te marcas, te marcas, gracias, Provenia, bienvenidos. 来てくれてありがとう、いらっしゃい。あ、今日終わっちゃったと思ったけど、結構やっぱり時間はね、やってるんですね。ということで、さっきの、お父さんがレイチェルと話し合いをするのに来て、ガラさんは昨晩のね、ごめんなさいって言いに来たところに、レイチェルが来て、レイチェルとお父さんが話し合いするんだよっていう日だったんだけど、まあ、そのまんまパパ来たけど、パパがね、なんかボロボロの状態で来てしまったっていうね、状態なんだよね。そうですね。ボロボロの状態で来たんで、まあそのまんま、今日、この日にね、次の日、まあ今日になるんですけど、もしかしたらいろいろなお話を聞けるかもしれないし、いろいろなことがわかるかもしれないです。ということでやっていきましょう。4th October 2020、2020年10月4日でございます。ちょっと心配だね。ガラさんの心配も、まあ無事に来てくれたから、無事に来てくれると思うな。よし。なんかだいぶストーリー詰め込まれてるね。後半。ね。クラーチェで乱闘騒ぎ。警察は複数名を拘束。逮捕の後もクラーチェは続行。クラーチェ後のパーティーを警察が摘発。薬物、性犯罪関連で本年度最大の逮捕者。あ、これ、もしかして、マレージョさんのパーティーかな？なんだ、クラーチェ後のパーティーで、パーティーさんを、レイチェルちゃん行かなくてよかったね。で、お、フレイヤちゃんすでにいる。そこに誰か来た。いらっしゃい。あ、パパさん。これはまた別のパパさんね。そう、レイチェルパパじゃないパパです。元気かい皆さん。今夜は何も異常ねえか？今のところはね、おまわりさん。ただ街を守るべき警察官がカフェで油売ってるのってのはどうかと思うけど。おい、こいつはいつもの仕事の一環だ。俺はマルチに働きてえのさ。要領がよくねえとよ。つまりサボりながら働くってこと？そうとも言う。それって非生産的じゃん？だから要領よくやんねえとな。とにかくまあいとい。今夜は眠くならねえようエスプレッソが必要だ。エスプレッソはコーヒー3つです。ね、そう。よし。I also took another ending. よし。エンディングに向かってるよ。働くおまわりさんの眠気を払うエスプレッソだ。まったく、あんたは口がうめえや。あなたのエスプレッソはいつだって最高だ。俺と嫁さんが入れるより断然うめえや。別に競争はしてないよ、おまわりさん。嫁さんは違うぜ。
自分でもっと美味しいコーヒーを入れられたら、俺がこの店に寄らなくなるって思ってんのさ。しばらくそんな日は来そうもねえや。で、今日は何か変わったことあった？それが何もなくてよ。ただ、この店が安全か確かめねえとな。その意味はなんだよ。俺はマジだぜ。あんたはこの2日間店にいたろ。そうね。この店であんなやばいことが起きるなんて。しかも2日連続で。まるで神様が私に本の中で使いなさいって、あえて体験させてくれてるみたい。あんたはいつだって本に夢中だな。原稿の締め切りが近づいてるし。そっか。うまく書けてんのか？量的には形になってる。質的にはぶっちゃけすっごく自信あり。売れるといいけどな。この2日間の騒動について新しい報告はないの？ジローの事件に関しちゃガラとも話した。ガラを捕まえちゃう？署の何人かはそう考えたが、最終的には不要ってことで一致した。あの晩ガラは大勢を助けたしな。病院のスタッフに聞いて回ったよ。それと界隈の人たちにも。ガラがいなきゃもっと大変な事態になってたはずさ。人狼の大半が病院で安全にいられたのはガラのおかげだ。自分の隔離には間に合わなかったが、幸い誰も傷つけてねえしよ。てなわけでガラを捕まえたいってやつらはどの道何もできやしねえさ。よかった。警察がガラを捕まえたらあなたにブチギレてたし。俺に怒っても意味ねえぜ。そうだけどさ、レイチェルのお父さんはどうなったか知ってる？俺もよくわからねえ。犯行現場はこの辺りじゃねえんだ。クラウチの近くで起きたらしい。そんな遠くで？いや、大して遠くもないか。けど、あんな状態で歩ける距離じゃない。今んとこ分かってんのはそれだけだ。レイチェルのお父さん暴行されたんだ。レイチェル今日っていうかいつも思うんだけど、このゲームやってて思うんだけど、フレイヤと同じ反応してる。ということでやっていきましょう。レイチェル、ヘンドリーさんは無事かい？その前にダークチョコレートを1杯もらえる？ダークチョコレート is チョコレートパウダー Go. Thanks for coming. Welcome. テーマ化しただってタンシルマンコス。Gracias. Provenia bien. Bienvenidos. 来てくれてありがとう。いらっしゃい。だいぶここに来てね、トラブルが連続しましたが、みんな、レイチェルとパパが幸せになれると思ってたから、なんか、こんなね、いきなり襲われて、こう、なんか大変なことになってるっていうのも納得いかない。気になる。お待たせ、ココアだ。ちょっと待って、ダークチョコレートだよ。ありがとう。パパは元気になりそう。今日の午後目が覚めて、ガラさんのおかげね。ガラさんがすごく働いて動いてくれたから手遅れにならずに済んだの。ならお父さんは大丈夫そう？完治には数日かかるっぽいけど、後遺症が残る心配はないって。ならよかった。けどそれでも全部私のせいだ。パパの話を聞かなかったから。
私を守りたかっただけなのに。あ、レイチェル気づいてしまった。レイチェル、自分を責めないで。ところで、病院にお父さんを置いてきて大丈夫なの？今はパパのお友達がお見舞いに来てるし、大勢の知らない人に囲まれたい気分じゃないの。それにちょっと新鮮な空気を吸いたくて。だから気分転換にコーヒートークへ行ってくるってパパに言ってきた。許してくれたの？パパはちゃんと分かってる。多分ずっと分かってた。レイチェルさん、昨晩は本当に何があった？パパがチンピラと喧嘩になって私のことを話してるのを聞いたから、その遠回しにいやらしい感じでね。あ、当然パパは怒った。だから猫に変身してチンピラと喧嘩を始めたの。なんで猫になって喧嘩してしまった？レイチェルと同じ反応しちゃった。なんで化けたの？そしたら人間の姿を見られなくて済むし、誰も私と結びつけないだろうって。それから警察が現場へ駆けつけ、目撃者から証言を集めてチンピラたちを派遣したわけ。あなたのファンとか？もっとひどい。そいつらレスターさんに雇われてたの。なんてこったい。警察がすぐ犯人を見つけられたのは、あいつらがもう逮捕されてたから。昨晩行き過ぎたパーティーの最中でね。それってどうつながるわけ？あいつらレスターさんの用心棒なの。ライブの後パーティーに備えてリラックスしてたみたい。男の子たちがロッカー室でどういう会話をしているか知ってるでしょ？あいつらまさにそうしてた。私のことネタにして。そういうこと。それは大変だったね。パーティーの件もあなたが正しかった。行かなくてよかったわ。今度もまたパパに助けられちゃった。まあ大丈夫だって。今一番大切なのはあなたが無事ってこと。それとお父さんも元気になるってこと。パパの言うこと聞くんだった。パパの言うこと聞いとくんだった。いくら勘が鈍っても私よりはるかに経験があるんだもん。それに私のパパだし、ママがそばにいてくれたからきっと全部わかってたはず。パパが回復したらどう言えばいいかママなら知ってるのに。きっとあなたにもわかると思うな。だって大人なんでしょ。どうだろう。私にはパパのそばにいてあげることしかいいじゃん。それで十分だって。フレイヤが言うと調子狂うがよ。その通りだぜ。お父さんのそばにいてやるんだ、レイチェル。そしてまた気分転換が必要になったらいつでもこの店に立ち寄るといい。みんなありがとう。今日のところはもう十分外の空気吸ったし、今から病院へ戻るね。話してくれてありがとう、レイチェル。お父さんの早い回復を祈っているよ。ありがとう、糸井。でも、よかったヘンドリー。パパは回復に向かって無事だ。まあ重傷だけどね。まったく、なんて週末なんだかさ。
行かれてんぜ。とにかく俺はパトロールに戻らねえと。マジでおかしな週末だよ。けどこの辺りはまだ安全なもんさ。とはいえ、油断すんじゃねえぞ。了解です、おまわりさん。立ち寄ってくれてありがとう、ジョルジ巡査。じゃあまたな。なんかドタバタだけど、レイチェルもお父さんのこと、これ終わったらいいな。ちょっと待ってね。OK, wait. 君もう帰りかい、フレイヤ。どうかな。昨日は十分寝たし、本の続きも書かないといけない。疲れてないのか？ちっとも。つか、今日中に書き上げられそう。そうか。なら邪魔はしないよ。あなたはちっとも邪魔じゃない。それに、この本の執筆だって、この店と、あなたがいなかったらならなかった話だし、あなたがいなかったらなかった話だし。だから、ありがとう。こちらこそ、フレイヤ。さてと、おしゃべりはこの辺で切り上げないとね。君は書き上げるべき本がある。了解です、ボス。なんか、すごい、昨日からそうだけど、だいぶありがとうって言われてて。ありがとうって言われてて、すごいなんか心が温まるね。ということで、レイチェルのパパは、マネージャーさんの用心棒にね、やられてしまったというね。いろんなことが交差してね、諭すっていうのはすごい難しいことだしね。反発する時もあるけど、こうやってね、少しずつでも歩み寄ってまたね、いろんな人の意見を聞き入れるだけのレイチェルにまだ、ゆとりがある状態だったんでね、いい方向に行って、パパとまたね、一緒にいてくれるんじゃないかなって思います。ということで、やっていこう。よしよし。Thanks for coming. Welcome. Marcos, Marcos. Gracias, Pravenia, bienvenidos. 来てくれてありがとう。なんか、いつもと違う書き方になってる。2 week after. 2週間後。2週間後。初めて見る。さっきが3日 ?4 日だったから、18日、4日だったら18日違うな。インター18日か。18日ですね。よしよし。80。ね。ということで、はい。新聞です。クラーチェがシアトルの巨大な観光資源であると証明。モリス氏の発言は全て嘘と多くの女性が主張。クラーチェ方針蔓延の恐れあり。クラーチェで方針ですね。Yes, そう、かなり長い時間がね、スキップされましたね。Pretty long time skip, yes, そう。ね、だいぶ長い。みんないる。あれ待って。これは嫌な予感がする。声間に合うかわかんない。Yes, okay. 行きましょう。やっほーい。やっと来たか。どうもみんな。どうもフレイヤ。無理今夜はとびっきりハッピーな方がいるね。当然。もしや君の方が承認されたの。それは良かったです。おめでとう。本当にもう、私がどれだけ嬉しいかわかる？表情から察するに、超嬉しいと天にも昇る気持ちの間くらいだ。その通り。本当
で、原稿の反応は？正直、いまいちだった。後味の悪い物語ね。そう言われた。けど、今はもう気にしていない。本が出版されさえすれば、私は満足だし。とにかくまあ、この本に何が起きようと、今はもう焦らなくていい。本を書き上げるまでに1年の猶予をもらえたから。進歩会議を毎月開くんだって。プロっぽいな。当然でしょう。国内最大級の出版社なんだし。さあ、私の話はこの辺にして。お店の方はどう？いい感じだ。最近新しいお客さんがどんどん増えてる。もちろん常連さんも来てくれる。ハイドが韓国への出張から戻ってきたとか？そうだ。お土産も持ってきてくれた。私には何もないの？どうだろう。ただこう言っていた。お土産はいつも手渡しするって。へえ、そういうとこは昔かたぎなんだ。女の子たちはどう？とってもいい感じです。最後に会ったのは休暇の前だっけ？はい、クラーチェへ行きました。うわ、ひでえイベントだったぜ。ですね。3時間もいれば十分って感じで。それからどこへ行ったの？結局ポートタウンセントへ。どうだった？よかったぜ。歴史巡りがこんなに楽しいなんてよ。そうだ、あなたの新しいプロフィール写真見たよ、アクア。ちょっと見たい。ニュープロフィール写真。変わるのこれ。レイチェルも変わってる。アクア来た。あ、めっちゃ遊んでる。へえ、変わるんだ。知らなかった。マートルさんも変わってる。ハイドも変わった。みんな変わってる。変わってない人もいるけどね。いや、ありがとう。ありがとう。レイチェル教えてくれて。どうやって閉じるんだ？閉じれないぞ。閉じれた。オッケー。そうだ。あなたの新しいプロフィール写真見たよ、アクア。2人ともすっごく可愛い。やべえぜ。ありがとう。休暇中に撮ったの？いいえ、マックスの最中に日本のプリクラボックスがあって、だから無理やり一緒に撮りました。あなたもマックスへも通る？ああ、ちょうど糸井のちょいと覗いただけだ。大切な仕事があったもんでよ。悪かったな。ちょっと一人でちょっと待って。ちょっと一人で平気だと言ったはずです。それに大切なお仕事ですし。ところでさ、ニールから何か連絡あった？ニール？いいえ。ないな。店には2枚絵はがきが届いている。マジで？ああ、1枚はクラーチェから。そんなに離れてないのに。なんでまた絵はがき？計り知れない人だからね。もう1枚は？ニューヨークからだ。ニューヨークで何やってんの？僕にもさっぱり。おそらく任務だろう。まあ、そっか。ニューヨークの方がチャンスも多そうだし。とにかく皆さん、今夜はもう失礼しますね。ちょっと、もう行っちゃうの？あなたがいらっしゃる前か。待って、ちょっと。あなたがいらっしゃる前から長居していましたし、それに明日は仕事があって。まあ、仕方ないか。じゃ、気をつけてね。小説
小説頑張りな。ありがとう。ではまた、糸井。またね。なんか、やばい。バリスタの口の、喋ってる言葉も柔らかくなってる。あの二人、最初に会った頃より幸せそう。すっごくお似合い。一緒にいて心が安らぐ相手を見つけるのは楽じゃない。しかもあれだけ短期間にね。そうね。とにかく。仕方してると思ったらごめん、レイリース。いいって。そんなこと思ってないしさ。今夜は一人なの？いや、ルアを待っている。仕事があるらしくって。こんな遅くに？ああ。ここ数日ずっと残業続きみたいでさ。で、二人はどうなの？いい感じだよ。というか、10年付き合ってついに来月から一緒に住むことになって。うわー、やったじゃん。けど、ルアはルームメイトと暮らしてたんじゃ。新しいアパートへ引っ越すんだ。彼女最近昇進してさ、会社のアパートに住めるんだって。ルアって社内で頼りにされてんのね。ま、僕よりずっと稼ぎがいいしさ。みんなわかってるけど、ベイリース。君だってフリーランスのくせによく言うよ。あ、ルアだ。ごめん、ベイリース、超ごめん。ちょっと待って、おっしゃる。こんなに時間かかると思わなかったから、もっと早く終わるかなって。ルア、いいって。フレイヤと糸井が話に付き合ってくれたし。そっか。こんばんは、フレイヤ。それと糸井も。いきなり飛び込んできてごめんなさい。調子はどう？結構いい感じかな。けど、熱々のお二人には負けちゃうかな。もう話したの？引っ越しのとこだけ。そうなの？来月から一緒に住むことになって。場所は？この近く。その会社が住まいを提供してくれて、その方が私の通勤費を削れるからって。社員思いのいい会社じゃん。残業した時のタクシー代を払わなくて済むってことよ。あ、まあ、それもそっか。それと、今後はこの店をちょくちょく訪れるってこと。それって言えてる。この店はほんとお世話になりっぱなし。礼には及ばないさ。お二人に質問があって。どうぞ。最後に会った時、ベイリースの両親に紹介するって言ってたじゃん。どうなった？父さんにぶっ殺されなかったのは確か。ちょっとパパと一緒にランチはしたでしょ。それってめったにないことだし。わかってるよ。まあ、少なくともダメとは言われなかった。それっていろんな意味に取れそうだけど、いいスタートは切れたかも。悪くなかった。とにかくベイリース、そろそろ行かないと。最初の方を見逃しちゃうよ。どこかへ行くの？フルメタルコンフリクトの深夜試写会を見に行くの。あなたがフルコのファンなんて意外ね、ルアン。私は違うけど、こっちの人がね。おいおい、いつも僕が遊んでるのを喜んで眺めてるじゃんか。あなたを見て喜んでるの、ゲームじゃなくて。あなたをマトーヌに紹介できなくて残念ね、ベイリース。あのゲームの開発者さんなの。マジかい？まあ、この店にはしょっちゅう来ることになるだろうし、近いうちにまた会えるかな。きっとそう。それじゃあ熱々のお二人は
お二人は行ってよし。映画を見逃しちゃ困るでしょ。うん、じゃあまたね、フレイヤ。またね、糸井。映画を楽しんで。いやー、いろんな方のその後が聞ける。みんな順調だね。あとはレイチェルも気になるけど。行っちゃった。二人とも幸せそう。それでも二人の前には長くて険しい道が待っている。けど、しっかり前へ進んでいる。そうだ。彼らの話はどう書くんだい？そのままかな。今でも十分美しいし、ドラマもたっぷり。うん。そういう解釈もあるか。とにかく、その目は何だい？このカフェの他のお友達のことまだ聞いてなかった。みんな元気なの？たったの10日間店に来れなかっただけで劇的なドラマが起こるとでも？ちょっと、みんな私の本の大事な一部なんだし。まあ、常連さんたちのことでいくつか変化があった。聞かせて。さて、どれから話そうか。ロールアは近く住むようになって頻繁に店を訪れている。こういう終わり方か。最後には店を訪れた時はベイリースとケータリングや会話のハイドはいくつか特別な身請けを抱えて韓国への出張から帰ってきた。事務所が許せばシアトルへ戻ってくることを考えているそうだ。アクアは大学での研究を続けている。現在もインディングゲームの制作を一人で取り組み、ささやかな喜びを得ている。ニールは店に届いた2枚の絵はがきを覗けばどこで何をしているか不明。レイチェルは初のソロアルバムの準備のためスタジオへ戻った。新しいマネージャーを見つかり、伝説の曲がダメだ。OK。そして最後にフレイヤは書き上げた本が出版され、サイン会を行った。残念ながら本はあまり売れなかった。今はフリーの作家として活動しているっていう話。ごめん、ちょっと待って。今、出てこなかった登場人物でね、レイチェルとパパさんなんだけども、レイチェルのね、レコーディングあるじゃないですか。ちょっと待って、ストップ。レイチェルの収録、レコーディングの写真とともに一緒にこう影がスッと出てきたの。あれパパですね。新しいマネージャーも見つかりっていうところで出てきたんで、パパとちゃんと仲直りしてね。今までのマネージャーは逮捕されてしまっているので、新しいマネージャーが必要で、多分パパがマネージャーやるよっていう話もしていたっていうのもあって、パパがマネージャーになって、そのね、マネージャーになるっていうことも新聞の紙面を飾ったっていうことを考えると、やっぱり、なんだかんだ言ってね、ストーリー的には目の前で起こらなかったことですけども、ちゃんといい方向に向かってね、みんな幸せになったんだなっていうのは思いますね。Yes. This game story period ここで終わりですね。Yes, ending scroll, end scroll. エンドロール、エンドスクロールの、ノーエンドスクロールのエンディングロール。ということでね、アストロノート、読めないな、ごめんね。ということでね、無事にみんな、一番初めに起こったことがね、今回このストーリーでやってたのは、レイチェルとベイヤースが、いきなり喧嘩を追っ始めて、もうあなたとはついていけないわ、パパパーンって感じだったんですけども、
それが無事ゴールインしてっていうのが一番大きいイベントのような気もするけど、基本的にね、こう、パパ嫌いって言っていたレイチェルちゃんが一緒にパパとね、仕事をするようになったっていうのも、すごく嬉しいですね。泣いてないし。ねえ、すごいなんか、ダメだね。泣かないと思ってたんだけど。ということで、まだある何か。Who are you? いらっしゃいませ。どうも、糸井。どうも、こんばんは。以前に会いましたっけ？今日初めてだと思いますが。もちろん私は何度もここへ来た。誰？というか、ここで働いていた。ニール？待った。まさか。本当に君かい？声が地声になってた。しばらくぶりだ。変わったな。まるで別人だよ。あれ以来地球人との暮らしについて多くを学んだ。なら、任務の成功は、任務は成功だった。大成功だ。で、なぜ今はその姿に？溶け込むためだ。地球の移民捜査官が私を追っているようでな。言われてみれば、誰かが君を探しに店へ来たっけ？いつ頃だい？君が2度目に店を訪れた後だ。スーツ姿の坊主の男か？ああ。そいつはフィアの捜査官だ。知ってるのかい？ああ、幸い当時とは姿を変えている。ところで、私の前では演技をしなくてもいい。なら、ついに気づいたのかい？我が種族からそういった力が生じるとはね。ただ君は演技がうまい。練習の賜物だよ。けど、いくつかの時系列では、特定のことを知らない。ふりをするのを忘れてしまってね。ほう、それは興味深い。そうした失敗について聞かせてくれるか？まあ、何度かあって。一度目はフレイヤに計画を聞いたとき、次にレイチェルが初めて店を訪れたとき、最後は君が2度目に店を訪れたときだ。ほう。おっと、もう一度あった。フレイヤが原稿の承認をもらったすぐ後に。見せてくれるか？我が種族とのコミュニケーション法はご存知のはずだ。初めて試すけど、やってみよメインストーリーを最後まで読みました。しかし全てを目撃したわけではありません。ちょっと待って！どういうこと？メインストーリー以外もあるってこと？ちょっと待って、バリスタがさ、地球人じゃないのは分かった。で、最後出てきたのニールでしょ？もうスタート？ここからだよね。何？式が起こし、ここら辺は変わってないですね。どういうこと？ 2 週目以降のストーリーがある？確かにね、ギャラリーが全然コンプリートできてなくて、欲しいなと思っててね、ギャラリーをね。後でやろうとは思っていたんですが、ね、どういうことなんでしょう。ちょっとさらっと最初だけやっていこう。ここら辺は全然、あれかな。エンディングが数種類あるのかな。ちょっと待って。最初にレイチェルの計画を聞いたときっていつだろう。ああ、君か。
どういうことだろう。でもここじゃないね。あ、ちょっと気になる。これは、でも多分、今やってもわからないからちょっと調べとこうかな。これで終わりだと思ってたら終わりじゃない可能性もあるんですが、まあ、ちょっとサクッと隠しシナリオがあるかもしれないんで、さらっといきましょう。ちょっと今これかな。一気に進めます。ちょっと待って、ストーリー変わりました、ここで。君がエレベーターに誰かと会ったとか。ああ、そうだった。あれ？ちょい待ち。それってまだ話してないし、なんで知ってんの？変わってますね、2週目。隠しシナリオありますね。オッケー。よし、わかったぞ。よし、もうちょっとコーヒートークやろう。読むか読まないか。あー、これどうしようか。隠しシナリオありますね。ストーリー変わりますね。2週目、ちょっと期間空けてからやろうかな。まさかね、こんなことが起こるとは。結構ね、ここメインメニューに戻れるんですけど、I'm sorry。このエクストラっていうのがある。エクストラで、ギャラリーってあるんですけど、全然、ほら、抜けてるんですよ。ね。で、さっきチェックした時も、まだあるってことは、2週目コミックとかもね、いろいろあるんですけど、実績がね、全然埋まってないんですよ。ねえ。そうなんだよね。あとはモードが違うっていうのがあるかな。ね。そう。なんで、でも、あれだな。2週目は、皆さん個人で楽しみません？これ。Steam とかね、Steam、PlayStation 4、Switch で販売は確認しているんですよ。で、お値段もね、1600円、スイッチが1600円の、プレイステ4が1600円の、スティームが1300円なんでね、セールも割と前やってたので、もしかしたらやるかもしれないので、よかったらね、2週目はぜひ自分の目で確かめていただけるといいかもしれない。ねそう、咳止まらないんだよね。ごめんね。なんか最近ね、咳が止まらなくて。乾燥し始めてるからね。で、あと多分泣いちゃったのもだいぶあって。そう、ちょっとね、咳が出ちゃったっていうのはありますけども。そうだね、これ多分ね、1週目はやって、どうこうそう、1週目はね、みんなとやってとても楽しかったんですけど、2週目はね、やっぱり、多分ね、みんな自分で見た方が楽しいような気がする。どうなんだろう。もしだよ、まあ、データもう一回作ればいいのか。もう一回やるときは、2週目やってみて、配信できそうだったらやります。でもね、2週目はなるべく皆さん自分の手でやった方が多分、面白いと思うんですよ。やっぱり思う感情が人それぞれだったりするんでね。ということで、本日で一旦コーヒートークは終わりになります。やるとしたらコーヒートークパート2もしくは続編としてコーヒートークとしてね、やらせていただくかもしれませんがね、また遊びに来てくれると嬉しいな。そう。いやー、でも、パチパチありが
がとうございます。いや、でも、なんだろう、本当にみんな幸せになれたのにさ、エンドロールの後、エンドロール切らなくてよかったね、本当。そこで終わりますって言わなくてよかった、本当。ニール君があんな姿になってさ、現れて、我々とあなたももう演技しなくていいんでしょって言われた時に、どういうことっていうね、今までそんなことがあり得たとは思わないんですけども、ねえ、まあ、2周目入ったらいろんなところでまたよいしょよいしょでこう、ミスをした設定のところの世界軸なのか、もしくはね、こう、新たなね、またストーリーがあるのか、わかりませんが、ぜひね、楽しめるゲームだと思います。ということで、今日の配信はここまで。ね、This live stream period! Thank you for watching this live stream! いや、ほんと、いや、いいお話だった。何回泣いたんだろう。ねえ、ほんといいお話だったね。ねえ。そうそう。またね、2回目とかも、やる予定は今んとこないんですよ。ないんですが、裏ではやるんで、よかったらね、またその話とかも、いずれできたらいいなって思います。ということで、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。Thank you for watching this live stream! ということで、本日の配信はここまで。それでは皆さん、またね。おつおつバイバイ、またね。バイバーイ。いやー、みんな幸せになれたね。いやー、よかった。